数えてないんですけど、正確に40、50種類は朝あります。大谷翔平と誕生日も1月で同じで、ほぼほぼ同じ人生をたどってますね。鉄板ネタです。はい。男は褒めないとあかんって言われたから。しばらくパンが続きます。楽しみです。パンね、パン食べる人。食べますね。はい、いらっしゃいませ。それはでも私ら遅い方だと思いますけどね。同じ業界の人からしたらちょっとまあどちらが遅めなのかなと思うんですけど、どうなんですか。今妻が妊娠してるんで役割分担を明確化してますけど、普段はどっちもお互いできるんで1週間ごとにその役割をローテーションでやったりとかやってるんですよ。8ヶ月なんであと2ヶ月ぐらいで生まれるんで意外とバリバリやってる方やと思うんです。191あります。シンクとか全部その台とかも全部低いからちょっと腰痛いとか最初なんですけど、153なんでなんぼやろ 40? 38、30ほぼ40ですね。ほぼ40。僕今30で今年31なんで大谷翔平と年齢も同じで誕生日も7月で同じで子供も生まれる、ほぼほぼ同じ人生をたどってますね。鉄板ネタです。はい。湯種取ります。これを朝発酵来たら焼いて、でまたそこにさらに入れていってっていう繰り返し。数えてないんですけど、正確に40、50種類は朝一あります。まあ、最初は30種類ぐらいだったんですけど、なんかやっていくうちに増えてお店持ちたいと思ってやってたんですけど、やっぱりパン屋さんって結構やっぱ大変な仕事なんで、一人でやるのは難しいなと。販売までワンオペでやってらっしゃる方もいるんですけど、そうなると毎日寝られへんなみたいな感じになってくるんで、まあ、販売だけでもやってもらえたらっていう気持ちで最初は販売やってほしいなっていう誘ってたんですけど、付き合って5年で結婚して1年でお店やってみたいな感じですね。楽しいよな。なんかいい感じよね。言わせてる。たまになんか外国ハーフですかと言われますね、たまに。ごめんなさい、あんまピンときてないですよね。こっち入ったら全く一からまた作り上げなあかんから、めっちゃ大変なんやなとは思ってたんですけど、ただ子供が欲しかったんで、妻が仕事をする独立、お店するってなったら、子供できた時にお店休むってなったら、もしかしたらお店畳むというかね、辞めないといけないとかなってしまったら、ずっとパン職人としてその修行してた時めっちゃ大変な姿見てるんで、なんかね、修行頑張ってたのになんかそれで妊娠して赤ちゃん産んじゃうからお店閉めますとかなってしまったらかわいそうやなっていうところもあったし、それやったら僕が一緒にやって引き継いでできたら一番いいんじゃないかなとも思ったし、2年ぐらいは慣れるまでめっちゃもう途中でこんな感じで仕事してて、で
でオープンする前に疲れて一回もう休んでましたもんね。もうフルで働けなかったんで、適応するまで体が信じられないとか言ってるんですか。こっちが信じられないぐらい休みなしでもすごい生活を送ってましたね、2年間ぐらいは。これなかなか難しいんですよね、この真ん中にこうパンの真ん中に落とすこの技術。これで僕の店は終わりです。今日の卵いつもはみ出して、僕が「いやもうちょっとこうしたらいいと思うよ」って言ったら「うるさい」いつも喧嘩するんです。いやそんな分かってるしとか言って、なんかちょっと軽く険悪なムードになるっていうのが花パンのお決まりパターンです。なんかめちゃめちゃします。めちゃくちゃ週1ぐらいでなんか軽めのやつ。あとミスした時に僕が指摘したらなんでお前に言われなあかんねんみたいな感じで言ってきて、言うてないよ。僕が逆にブチ切れるっていう構図ができた。なんで弟子にそんなこと言われなあかんねん、私の方が上やのにっていう。言うてないそこまで。怒ります。そこまでは言うてないけど、まあ腹立つ。いい時というか平均で大体20万ぐらいです。言いたいらしいです。はい、いやなんか周りくどいんで、もうしっかり言わせてもらうと平均で大体ざっくり20万ぐらいが1日の売り上げですね。ざっくり。いやそれがめっちゃするかも自分の中であんまり平均わかんないですけど、一応15ぐらい、15万ぐらいで、まあ、税込み18万です。光熱費で、まあ、10万はいかないですね。10万いかないぐらいです、全部合わせて。でも恵まれてたっていうか、普通銀行さんから借り入れなんですよ。でもしかも自己資金がこれぐらいあって、でそれに合った金額を貸し付けてもらって開業っていう感じだと思うんですけど、うちは親から母父からもう1000万円ずつ借りることができたんで、その資金調達っていう多分一番最初の難しい面をそこでクリアしちゃってるんで、銀行さんにも最初、まあ、できれば親に頼りたくないんで相談したりはしたんですけど、この自己資金200万ぐらいやったんですけど、今これで貸し付けられるのはそんな無理だよっていうふうに言われて、まあ、2回ぐらい相談行かせてもらったんですけど、そっかっていうのでどうしようかなって思ってたら貸してあげますっていうことになって、まあ、一応契約書を両親と結んで、銀行さんより安い年利本当は 3% ぐらいなんですけど、それを今 1% ぐらいで10年間で返済するっていうので今借りさせてもらってる。8万7千円、1人当たり8万7千円ぐらい父が計算してくれたんですけど、なんで2人合わせて18万いかないぐらいですかね。借金返済代、まあ、約20万ぐらいなんか維持みたいなのあったんですけど、まあ結局うまくいくかっていうのも正直わからないですし、頼れる人は頼ろうっていう、やっぱり親から借りてるっていうそこちょっとチートというかなんか自分の力じゃなくクリアしてる感じが、まあ後ろめたくないと言ったら嘘にはなりますね。最初はやっぱり借金がこの1000で2000万あるっていう頭で私も早く返したいじゃないですけど、そういう感じで思ってたんで、最初頑張って返し終わったらちょっともうちょっとギアを落としていこうかなと思ってたんですけど、
しんどすぎると週5やったんですよ。いや、もともと週2休みやったら1日丸々1日丸々ですよ、仕込みで潰れるんですよ。ってことは実質1日しか休みないってことになっちゃうん週で、1やな。僕は週2休みずっとサラリーマンでやってたから、趣味とかもいろいろ遊びたいしってなると、やっぱり最低でもお店のスケジュール上は週3休みでも1日は仕事やから、実質のとこ週2休みなんですよ。これが僕は普通だと思ってて、スタンダードそうね。じゃないと心がすさんでいって美味しいパン焼けないじゃないですかっていうところがやっぱり大事かなと思ってて、やっぱ遊ぶために働くって言ったら究極かもしれないですけど、でもそれぐらい遊んだりした時の経験が多分仕事にも生きてくると思うんで、僕はちょっと休みを増やしてほしいというので伝えて、すごい心豊かに今働いてます。チーズ聞いてくれる？はい、はい焼き色をまんべんなくつけます。パートさんから男は褒めないとあかんって言われたから頑張って褒めてうまいやんこれとか言ったら、なんか普通にそうありがとうとかでいいのに、なんかそうやろ俺もそう思うみたいな乗っかってくるんですよ。と思って先輩がすみません、あいつ帰れって言ったらほんまに帰ったんで、もしかしたら明日会社来ないかもしれないって言って敷地面積いるから。あ、そうですね。あ、わかりました。そしたら2回目の分でお取りしておきましょうか。あ、それぞれね。2人でリオ君と。一緒にいろいろ考えてくれたり、困ってることとかすぐ気づいてくれたりするので、すごいありがたいです。いつもあんな感じです。楽しいですね。なんか引
こうやって来る会話も面白いし、すごい揉めてるわけじゃないんですけど、奥さんが鋭く言ってる時に「ああ分かるわ」ってなる、自分の旦那と比べたりしてしまいます。うちの長男とうちにあげたい台がいっぱいあります。折り紙とかも飾ってもらって、もう飾っていただくのが嬉しくていっぱい書いてます。本当にここのパンを食べてからもうなんか他のパンはなんかこれはちょっとって言い出したり、花パンのパンには負けるわって絶対言います。もう困ってます、本当に困ってます。2人で作ってるなんて思えないぐらい本当にすごい量。お願いします。今のところですなんで、あと多分5分前とかなんかもう少し並んでくれてると思うんですけど。ありがとうございます。こうやってやっとここで2ヶ月で出てくる。2ヶ月で。ピザのパン買ってくるね。パンね、買ってくるね。インスタを見て来たんですけど、もともと近くなので何度か通りかかったことはあって、でもこの列なので諦めてたんですけど、今日は並んでみようかっていう話になって来てみました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。お待たせしました。しばらくパンが続きます。楽しみです。パン食べる？パンね、パン食べる人。食べましょうね。美味しそう。かかってるよ。めっちゃかかった。美味しそうだったから。ベーコンエッグがいい。こっちか。そうそう。あとビールにね。ありがとうございます。もういっぱいあってもずっと今日も明日も食べると思うんで。明太フランスとメロンパンとソーセージです。最高や。今から
江坂公園で食べてきます。私の方がネガティブなんで、あーってなってても、いや大丈夫やろ別にみたいなめちゃポジティブなんで、はい、その面ですごい助けられてます。まあ大丈夫かって思えるというか、はい、撮ります。結構僕はどちらかというと、まずは自分のことをまずは結構メインで置きがちなんですけど、妻は自分よりも他の人が喜んでくれる、喜んでほしいからこう何かするっていうのがすごいその気持ちが強いんで、自分が犠牲になったりとか大変になったとしても、その人が喜んでくれるんやったら頑張ってするって言ったところは僕にないなっていうところで、僕もでもそれを見て、そうなりたい、そんな人になりたいなって思うところは尊敬する部分でありますね。相手のために自分が尽くすことをできる、喜んでほしい、相手が喜ぶ姿が嬉しいっていう気持ちがなんでしょうね。お母さんもそんな感じなんですけど、やっぱそれが母から娘に引き継がれてる感じがすごい感じるので、いや素敵だなって僕は思いますね。今がすごい満足してるんだけど、このまま続けれたらこの状態をキープできるのがベストですやんな。あれいいですか。やんな。もう一個ワンパターン、もう一個僕のバージョンで作っておきます。なんでよ。なんで仕切り直さない。どうなるんか。どれなので、旦那さんのダンスチームが。僕は何でしょう、森の中でパン屋さんするみたいな感じで、最終的にね田舎に移住してパン屋さんするのもいいか、やっぱやめときましょう、これなし。そうなん。いやちゃうな、ちょっとちゃうな、ちょっとちゃうな。移住すんのってなっちゃうから、やめとこう、これはちょっとあかんわ。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。